釣りが人間の心身に与える影響と健康に結びつけていることを知っていますか？釣りをしていてドキドキするのは体内に興奮物質が発生するためと言われています。その興奮物質が実は人の健康に非常に良い作用をもたらします。さらに正しい姿勢で釣りをすると体の矯正にも役立ちます。今回は釣りと健康と題して釣りは心身を活性化する特効薬であることを解説します。今回の結論です。釣果は魚だけではない。今回の目次です。釣りと健康を解析する。体の内部を活性化する。釣りの最中に発生するアドレナリンとドーパミン。釣りが自律神経に及ぼす影響について。ダイエットにも効果的。アドレナリンとは、アドレナリンの効用。有酸素運動としての釣り。釣りの主な動作の消費カロリー目安。釣りジャンル別の運動量について。筋肉の負荷分担。釣りで体の各パーツを効率よく使う。釣りのリラクゼーション効果について。釣りと健康を解析する。しばし日常を忘れて趣味に没頭することは脳の活性化につながり、ストレス解消にもなります。それはどんな趣味でも共通ですが、釣りには自然の中に身を置いて楽しむというリラクゼーション効果もあります。釣りは健康維持に非常に効果的であるということはにわかに信じがたいかもしれませんが、これには医学的根拠に基づいた理由と考察もあります。今回はメンタルな面とフィジカルな面、両方の側面から解説していきます。自律神経とは何でしょうか？まず、釣りをする上でのメリットには、普段なかなか行えない能動的な動きというものがあります。仕事などでワンパターンになりやすい日常生活に対して、釣り具や仕掛けの準備をし、天候をチェックし、調校したポイントであらゆる攻略を考えるというプラントゥーチェックが脳に程よい刺激を与えます。そしてその刺激が交感神経に働きかけることでアドレナリンやドーパミンといった興奮物質性のホルモンが活発に分泌されるのです。自律神経は交感神経と副交感神経の2つから成り立っています。昼の神経とも呼ばれる交感神経は緊張状態や興奮状態になると働く神経です。その中枢は脊髄にあり、神経節から皮膚や血管、心臓をはじめとする内臓へ広く枝分かれしています。交感神経が活発に働くと、体温と血圧、心拍数が上がり、腸などの蠕動運動が抑えられて、体があらゆることに対応できるようスタンバイされます。一方、夜の神経と呼ばれる副交感神経は、日常の様々な状況から離れて休息を取るときに働く神経です。心身ともにリラックスした状態となり、体温、血圧、心拍数は下がりますが、腸などの蠕動運動は逆に活発になります。一般に日中は交感神経が優位に働き、休息を取る夜は副交感神経が優位になります。しかし、強いストレスを感じたり、夜更かしを続けるなど心身ともに生活のバランスを崩すと交感神経ばかりが働いて最悪の場合自律神経失調症を引き起こしかねません。自律神経は交感神経と副交感神経が程よいバランスで保たれていることによって心臓が正常に動いたり病気への免疫力が高まったり外気温に対して体温を一定にキープするといった自分ではコントロールできない部分を守ってくれます。ストレス社会と言われる現代では、男女ともに自律神経のバランスを崩す人が少なくありません。しかし、釣りをすることで交感神経が活発に働く一方、ゆったりと自然の中に身を置いてリラックスすると、副交感神経も適度に働きます。釣りは2つの神経を程よく使うことができ、自律神経のバランス維持に非常に有効です。体の内部を活性化する。日常生活ではどうしても毎日を同じペースで過ごしがちです。それが続くと体だけでなく
脳や血管も運動不足のような状態に陥ってしまいます。しかし自律神経には血管を伸縮させる働きもあるため、釣りによって交感神経と副交感神経が適度に刺激されると、血管が伸縮を繰り返すことになります。すると脳血流が良くなり、さらに血管に負荷がかかることで、手足の末梢神経への血流もアップします。これは血管のエクササイズ効果といえるもので、脳の活性化には必要不可欠であり、動脈硬化予防も期待できます。釣りをしている最中に心拍数と血圧が目まぐるしく変化するのはこのためです。運動量の比較的少ないヘラブナやタナゴ釣りのような正の釣りでも、週1回など定期的に続けることに非常に大きな意味があるといいます。加齢とともに移動や激しいファイトを強いられる釣りが困難になっても、正の釣りを続けるだけで人間の健康維持にはとても有効です。ドーパミンとは何でしょうか？自律神経が血管を伸縮させるのは、ドーパミンとアドレナリンという神経伝達物質が作用するためです。ドーパミンは人間が快感を得た時や意欲を感じている時、感動したり喜んでいる時に分泌される脳内ホルモンの一つで、生きる意欲を作るホルモンと呼ばれています。アドレナリンが分泌されると血管が収縮して血圧が上がるのに対し、ドーパミンは末梢の血管を広げて血流を良くする役割があり、体への負担が低いことから医療現場でも治療薬として使用されています。脳には約1兆個の神経細胞がありますが、ドーパミンにしか反応しないドーパミン作動性神経という神経があり、例えば釣りをしていて大物がヒットした時に、ここから快感や興奮という感情が伝達されます。また同じ脳内ホルモンの一つにコルチゾルという、これはストレスを感じると分泌されるホルモンで、他の様々なホルモンの活動を低下させてしまいます。しかしドーパミンが活発に分泌されている間は、このコルチゾルの分泌は抑えられます。ストレス解消に釣りをするなどという話には、実はこうしたホルモンの分泌による生理学的な根拠が存在します。ドーパミンを分泌し続けている間は、ストレス性ホルモンの分泌が抑制され、プラス思考な状態で何事にも意欲的に取り組めるというメリットも期待できます。また、釣り人は食事を忘れてつい釣りに夢中になってしまうことが多いですが、これにもドーパミンが深く影響しています。神経伝達物質が活発に働き、物事を深く集中している間は、人は空腹を感じなくなります。入れ食いの時は空腹感を感じなくても、当たりがパッタリと止まり、集中力が途切れた途端に空腹に気づくのは、ドーパミンの分泌が減少するからです。ドーパミンを作る神経細胞であるドーパミンニューロンは、多くの研究により20歳前後のピーク時を境に、加齢が進むと10年で約 10% ずつ減少していくことが解明されています。ドーパミンが正常値の約 20% 以下まで減少すると、パーキンソン病や認知症などの症状が出ることもあります。ドーパミンには快感を伝える他に運動機能を司る役目もあるためです。ドーパミンニューロンから脳内の大きな組織である大脳基底核と、それに指令を送る大脳皮質へドーパミンを分泌させることで、日常の様々な技術を覚えるとともに、それを向上したり、動きを習慣化させて覚え込んだりします。磯場は釣れそうだけど、ここから行くと足場が悪くて危険だから迂回しようなど、行動とそれを伴う動機はドーパミンニューロンの働きによるところが大きいです。そのためドーパミンが著しく減少すると、極端な例では歩こうとしても手足の筋肉を使う順番がわからなくなってしまったり、物覚えが悪くなる、集中力や注意力が失われるなど、様々な障害が生じることがあります。そのためにも高齢になっても何らかの釣りを続け、ドーパミンを常に分泌させることが望ましいです。釣りの最中に発生するアドレナリンとドーパミン。人間の脳には約1兆個のニューロン、
神経細胞があり、ドーパミンはニューロン同士が信号をやり取りする中で発生する化学物質の一つです。主に意欲的に活動しているときや快感を得たときに大量に発生します。一方、アドレナリンは副腎髄質という内臓から分泌されるホルモンで、交感神経を活発にする作用があります。大物を釣り上げた時に心臓がドキドキして興奮するのは、ドーパミンやアドレナリンが瞬間的に大量に発生しているためです。釣りが自律神経に及ぼす影響について。自律神経は活動している時に働く交感神経と、休息や眠っている時に働く副交感神経から成り立っています。この2つは完全に入れ替わるのではなく、常にどちらかが優位に作用しており、そのバランスを保つことが非常に重要となります。心身を程よく動かす。当たりを待つ時など、じっと集中している合間に軽く足踏みなどをして全身の血行を良くすると、アドレナリンなど興奮性物質の効果をさらに得ることができます。座っている時も正しい座り方を心がけていれば、姿勢の矯正も行えます。ダイエットにも効果的。これは女性の釣り人に限る話になりますが、ドーパミンが積極的に分泌されることのメリットは他にもあります。ドーパミンが活発に働くと、女性ホルモンの一種であるエストロゲンも同時に活発に分泌されることが研究結果で分かっています。エストロゲンはスタイルや綺麗な肌、髪の毛を作るために必要な女性ホルモン群の中で最も強力な作用を持ちます。しかし、過剰な食事制限などのダイエットを続けた場合、生殖機能が低下してエストロゲンの分泌が減少し、肌や髪の毛などにダメージを受けてしまうことがあります。そこで釣りを楽しむことで、ドーパミンとエストロゲンを活発に分泌させれるといいます。快感や胸が高鳴る喜びによって脳の視床下部にある満腹中枢が刺激され、適度に食欲を抑えることができる上に、活発に分泌されるエストロゲンによってよりスタイルや健康的な美しさを保つことができます。脳を活性化させ、同時にエイジング対策にも期待できることを覚えておきましょう。ただし、男性の釣り人には釣りのダイエット効果は無関係というわけではありません。ドーパミンだけでなく、アドレナリンにも空腹感を抑える効果があります。交感神経に深く関わっているアドレナリンの作用について解説していきます。アドレナリンとは、火事場の馬鹿力という言葉がある通り、人はいざという時に思いがけない力を発揮することがあります。通常の状態では持っている能力の一部しか発揮できませんが、危機感を感じたり、ここが正念場と思った時に潜在的に眠っている力を発揮できるのは、アドレナリンの影響が深く関わっています。また、例えば有望ポイントへ長考して、今日は釣れるだろうかと緊張したり、大物がヒットした気配を感じて心臓がドキドキするのは、アドレナリンが活発に分泌されるためです。アドレナリンもドーパミン同様、交感神経性の物質で、交感神経を活発にする作用があります。また、アドレナリンには活発に分泌されると血管が細く縮むという特徴があります。すると、縮んだ血管に勢いよく血を流すために血圧が上がって心拍数が増えます。あのドキドキはそのためです。アドレナリンも治療薬として投与される物質ですが、血管を収縮させるために末梢の血流が悪くなるという特徴もあります。また、腎臓への血流も下がるため、尿が出にくくなることもあります。ただし、人間が体内で発生させるアドレナリンは非常に瞬間的なもので、しかも大量に発生するものではありません。したがって、体に負担がかかるなどの心配は無用です。ドーパミンはアドレナリンに比べると少しずつ持続的に発生することができますが、基本的にアドレナリンのような興奮性物質は瞬間的に発生し、すぐに枯渇する性質があります。最初の1匹が釣れて非常に興奮しても、
それが入れ食いになってくると、だんだん慣れてきて気持ちが落ち着いていくのは、こうした興奮物質が瞬発性のもので持続しにくいためです。ちなみにスポーツ選手や筋力トレーニングをしている人などは、潜在的な力を引き出していい記録を出すために意識的にアドレナリンを出す工夫をしています。それはあえて体に危機感を感じさせるという意味で、自分の両頬や上半身を平手で叩くことでも得られます。特に顔面は急所の一部なので、瞬間的にアドレナリンを増やすことができます。格闘家や相撲の力士が直前に頬や体を叩くのを見たことがありますよね。アドレナリンの効用。釣りによるダイエット効果は男性にも期待できるとありましたが、それはアドレナリンが脳内物質のドーパミンとは違った方法で空腹感を鎮めてくれるためです。人間は血糖値が下がり始めると、血液中にあるブドウ糖の濃度が低くなってきます。ブドウ糖は活動するための大切なエネルギーのため、それが少なくなってくると、脳がエネルギー不足と感知して空腹感のサインを送ります。そこで空腹感を満たすために食べ物を摂り、胃壁を拡張させて血糖値を上げることで満腹中枢を刺激します。しかしアドレナリンは肝臓に蓄えられているブドウ糖を血液中に放出する働きを持っているため、血液の糖の不足を解消し、脳から送られる空腹のサインを止めることができます。さらにアドレナリンが活発に分泌されると、脂肪分解酵素であるリパーゼを活性化する作用があります。リパーゼが活性化すると、通常の状態で同じ動きをするよりも脂肪燃焼効率が高くなるので、ダイエットやメタボリックシンドロームが気になる釣り人は、アドレナリンを意識的に分泌させて釣りをするといいでしょう。アドレナリンは交感神経を刺激すれば分泌できるので、釣りに集中したり、魚が釣れて興奮していれば活発に分泌します。他にも歩いたり足踏みをするだけでも効果があるので、当たりが来なくて集中力が途切れそうになったら、体を動かすことを意識しながら歩いてポイントを移動したり、その場で足踏みをするといいです。また、釣りの前に手足を軽くマッサージして血行を良くしておくと、アドレナリンが効率よく循環するので、特に寒い時期や冷え性の方は心がけましょう。ただし、過剰に体内のタンパク質が不足すると、体の熱を奪われてしまい、危険な状態になってしまうこともあります。また、血糖値が下がりすぎても思考能力が低下したり、立ちくらみや貧血に似た症状を起こすので注意が必要です。さらに、極度の空腹は船酔いを引き起こすこともあります。効率よく水分や糖分、ミネラルを補給できるスポーツドリンクですが、種類によっては糖度がかなり高いので、ミネラルウォーターで半分に薄めるくらいがちょうどいいでしょう。食事をとって満腹にしようとせず、キャンディーなどちょっとしたものをつまんで脳に刺激を与えつつ、糖分を摂取するのも有効です。有酸素運動としての釣り。有酸素運動とは、ゆっくりと長く繰り返す運動のことで、筋力トレーニングなどの無酸素運動と比較すると、体への負担が少ないため、老若男女問わず効果的に行うことができます。歩きながら釣り場のポイントを移動したり、キャスティングを繰り返しているだけでも体に負荷がかかるため、釣りは立派な有酸素運動と言えます。とはいえ、実際にどのくらいカロリー消費ができるのか気になる釣り人も多いはずです。人間には何もしなくてもカロリーを消費する基礎代謝というものがあります。一般に成人男性の1日の基礎代謝は約1500キロカロリー、女性が約1200キロカロリーと言われます。これは1日で消費するカロリーの約 70% を占め、さらに基礎代謝のうち 40% は筋肉維持のために消費されています。つまり体内筋肉量が増えれば基礎代謝はアップして消費カロリーが増えます。つまり太りにくい体になるわけです。釣りを長く続けていくために、釣りという有酸素運動をしながら基礎代謝を高めていきたいですね。
釣りの主な動作の消費カロリー目安。これからの数値は個々の体重や生活環境で変動することもあるため、あくまでも目安です。高い運動効果を望むなら、交感神経が活発に働き、脂肪燃焼効果を持続させやすい午前中や、カロリーを比較的消費しやすい食後1時間以降がいいタイミングです。釣りジャンル別の運動量について、鮎釣り約110キロカロリー、水中を毎秒1メートルの速さで歩くと、水の抵抗で100メートルを3秒から4秒で走るのに匹敵します。流れる川に立ち込んで釣るとかなりの運動効果があります。渓流釣り約520キロカロリー、アップダウンの激しい山道を 1kg から 2kg のタックルを背負って歩く場合、軽い登山と同じ程度の運動量をこなすことが可能です。ヘラブナ釣り約90キロカロリーから120キロカロリー、一人で座っていると安静時と同じくらいで運動効果は高くありません。時々ストレッチをすると良いでしょう。ルアー投げ釣り約250キロカロリーから410キロカロリー、キャスト回数が多いので運動効果は他の釣りより高めです。さらにポイント移動で分速100メートルを目安に早歩きを心がけると運動量も上がります。ボート・カヌーでの釣り約380キロカロリー、ボートやカヌーでは漕ぐ動作が加わるので運動効率が高いです。さらにバランスボールに乗っているのと同じように体幹を自然に鍛えることもできます。沖釣り約170キロカロリーから400キロカロリー、揺れる船上での釣りも体幹を鍛えられます。座りっぱなしは避け、ヒットした時などは体にかかる負荷を全身の筋肉に分担させるイメージで釣りましょう。筋肉の負荷分担。筋肉の動きは3種類に分けられます。物を持ち上げるなどの短縮性収縮、持ち上げたものをそのままキープする等尺性収縮、物を下ろすときなど力が入りつつも伸ばされる伸長性収縮があります。この中で一番筋肉に負担がかかるのが伸長性収縮で、最も負担が少ないのが短縮性収縮です。例えばバーベル上げの場合、持ち上げる動きよりもゆっくり下げる動きに集中した方が筋肉に働きかけれます。腹筋も体を起こすときよりも後ろへ倒す動きをゆっくり行う方がきつく感じるはずです。キャスティングなどで腕を痛めないためには、関節にかかる力の分担とともに筋肉の負荷分担も大切です。体幹や腕、足には拮抗と呼ばれる相対した筋肉があります。簡単に言うと、各パーツの表と裏に存在する筋肉群のことです。そこで負担の大きい伸長性の動きをする筋肉を拮抗する筋肉の短縮性の動きでフォローするというイメージを持つといいでしょう。この筋肉の負荷分担を考えず勢いよく竿を振っていると、上腕二頭筋など伸長する筋肉を痛めやすくなります。拮抗する腕の裏側の筋肉、上腕三頭筋を縮めて肘と腕を伸ばすイメージでキャストしましょう。釣り人を悩ませるバックペイン、腰痛や肩こりも筋肉の動きが要因となっています。竿を構えているだけでも肩から肩甲骨を固定するための筋肉に等尺性の収縮が起こっていますが、そのままキャスティングをするとさらに強力な伸長性の負荷がかかることになります。筋肉は力が入った状態で伸長すると非常にダメージを受けるため、それがバックペインを招きます。バックペインを解消するには、長考時に縮んでいた筋肉は緩め、伸ばされていた筋肉は縮めるのが最適です。上体が前傾気味だったら背面に反らしたり、腕を体側で直角に曲げて肩甲骨を閉じたり開いたりするだけでも痛みは緩和されます。正しく肩甲骨を使う骨盤とともに体を司る重要なパーツが肩甲骨です。
魚とのファイトでは腕の力だけでなく、肩と肩甲骨も使うことを意識しましょう。また、エギングなど激しいしゃくりやキャスティングで肘を痛めるケースも力の分散ができていないのが原因です。手首のスナップが効かないなど関節が硬い人は、おおむね肩甲骨もガチガチに固まっています。そのため、肘だけに負荷がかかって腱鞘炎の原因となります。手首、肘、肩、肩甲骨を均等に使うことが大事なのです。また、仕掛けを結んだり、餌をつけたり、釣りには体幹の前で手を動かす作業が多いですが、この姿勢だけが長く続くと背中が丸まったままになり、肩甲骨は上、前方へ変異するので、時々意識して肩甲骨を下げると良いでしょう。肩甲骨を柔軟に使うには、日頃から肩の力を抜くのが効果的です。パソコンやテレビを見ているとき、肩が上がっていたら意識的に下げましょう。また、腕は前に180度、後ろに50度上がるようにできています。滑車のように肩甲骨が下がるため、腕が上がるのをイメージしながら軽く動かすだけでも肩甲骨を正しい位置にキープできます。肩甲骨を積極的に動かすメリットは他にもあります。肩甲骨の間には褐色脂肪組織と呼ばれる細胞組織があります。これは特異化した脂肪組織で脂肪酸を分解し発熱することができます。年齢とともに減少すると言われていますが、肩甲骨をよく動かして褐色脂肪組織を活性化させると、ハードな運動をしなくても効率よく脂肪を燃焼することができます。肩を回したり肩甲骨を動かしていると、背中を中心に体が熱くなってくるのがわかるはずです。ダイエットに興味がある釣り人は、日頃から褐色脂肪組織を刺激するといいでしょう。自律神経と肩甲骨には密接な関係があるとも言います。自律神経を崩した患者のほとんどが肩甲骨の歪みなどを併発しているそうです。釣りには自律神経のバランスを保つ効果があります。さらに、これまで勉強した肩甲骨などの各パーツを正しく使っていれば、釣りによって心身ともに健康的に過ごすことが可能になるでしょう。釣りで体の各パーツを効率よく使う。キャスティング時の姿勢。首から肩甲骨の間に伸びている僧帽筋や広背筋といった大きな筋肉群を使うことで体幹が鍛えられるとともに脂肪燃焼効率も上がります。それには上体が骨盤の真上にあるようにして腕だけでなく肩甲骨を意識しながら竿を振るといいです。ファイト時の姿勢。視点の真上に丹田があるのを意識しながら足を付け根から曲げ、ももの前後の筋肉を使って上体を支えてみましょう。足首、膝、股関節をしっかり曲げて力を分散させ、腰の負担を減らすのが大事です。正しい姿勢は使う筋肉の数、量が増えます。釣りのリラクゼーション効果について、アルファ波の影響。釣りの合間の休憩時など、自然の中で心身ともにリラックスしていると、脳内でアルファ波が発生し、ベータエンドルフィンという物質が分泌されます。これは脳を活性化し、様々な免疫力をつける物質で、身体にも絶大な影響を及ぼします。釣りに見る禅の効果。座禅はもちろん、邪念を払って足の裏の感覚に集中しながら歩く歩行禅のように、竿から伝わる魚の気配に集中しつつ、心身をゆったりと解放する点は釣りにも共通します。その意味で釣りは心身のリセット効果も期待できます。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。